佐々木です。かれこれ僕もいろんなプレイヤー見てきましたけど、初級者のうちに伸び悩む人っているんですよね。初級者って一番伸び盛りの時期ですよ。ハイハイをやめて立ち上がって歩こうぜって、そんな期間に長期間停滞しちゃう人たちの特徴が2パターンあって、まず1つ目がガチャガチャする人ね。これは思考や上達を放棄しようとしている行為なんで、当然として問題は次のね、対応しようとしている人。なんか上手い人のプレイ見すぎたんかな。いや、偉いんですよ。運ゲーにしようとしないその姿勢はマジで素晴らしい。かっこいいスキン。でもはっきり言います。順番間違ってる。対応ってむずいのよ。例えば素人の喧嘩だって先手必勝じゃないですか。相手見てカウンターなんて普通できないんですよ。満足に体が動かせないのに、よしカウンターだなんて思わんでしょ。しかもゲームなんていろんなキャラがいろんな攻撃してくるわけですよ。実力もプレイヤーによって全然違う。だからね、対応しようとしてる初級者の人ってね、佐々木さんは上手いから対戦しやすいけど、ランクマの脳筋たちはマジで何考えてるかわかんねえからさばけない。対戦しててもつまんねえ。とか言っちゃったりするんですよ。これはね、違うんですよ。難しい対応をしようとしてるからそう感じるんですよね。対空一つとってもそうじゃないですか。プロでも余裕でミスる。たまにじゃないよ。余裕でミスる。それくらい難しいことをろくに体も動かない状態で完璧にしようとするんよね。無理やろ。無理なんよ。こういう伸び悩む初級者の人たちに何が足りないかっていうと、もうはっきり共通してこれだけ 99% コマテク不足。コマンドテクニックって操作技術のことね。ゲームにおける全ての行動はコマテクあってのものです。対空、地上戦、弾打ち、キャラ対策、反撃、戦略、確かにどれも初級者は足りないです。でもこれらって実はコマテクさえあればフィーリングとノリである程度いける。50点ぐらいは出せるんよ。いくら皆さんチンパンとはいえど体さえ動けばなんとなくわかります。おう、火ってあっちいな。これは近寄れんわ。ちょっと待って思ったんやけど、木に登ったら安全じゃね？あ、今俺ここからならあいつ殴れそうやわ。っていう発想は出てくるでしょ。じゃあコマテクってどうすれば上達するかわかります？はい。コマテクはコンボ練習で磨かれます。僕はね、初級者の人全員に言いたい。とにかく基本コンボが完璧になるまではコンボ練習を継続してください。それもね、ちょっとできるようになったら対戦だけを繰り返しちゃう人がおるんよね。対空はどうだ？相手見るんだとかね。それはね、無駄じゃないけど遠回りです。もう今回言いたいことはほんとこれ完璧になるまではコンボ練習は継続する。もちろん他のこともやっていいよ。でも一番の課題はコンボ練習なんよ。日本でいう少子化問題。そうやってコマテクさえ身につければたまにつまずくことはあっても停滞することはないんよね。もっと言うと、もう基本コンボが完璧だったらそれはもう中級者ですよ。でもね、これはもう僕たちが悪いんやけど、僕たち王子は初級者の人からアドバイスを求められるとね、対空絶対練習した方がいいよ。君、間合いの取り方気をつけた方がいいね。とか言っちゃうよね。挙句の果てにはね。そんな操作技術は練習しなくても対戦しては身につくよ。だって俺もトレもしたことないからね。なんていう人もいます。多分悪気はないんだろうし、確かに僕もトレもせずとも思い通りにキャラは動かせました。でもこれよくよく考えたら僕らはゲーセンで CPU を相手にめちゃくちゃコンボ練習しとるけん、100円払ってめっちゃ必死になって最終ラウンドまでプレイをわざと引き伸ばしながらすっげー練習しとるけん。ちなみにその作業はめちゃくちゃ楽しかったです。対空なんかはね、理屈や操作そのものは簡単だからオジバイスしやすいんですよね。確かに安定して勝つためにはそういう対応するコードは必須。でも初級者になんで初めから安定して勝たせようとしてんのって話をね。そんな難しいことよりもまず体作りなんよ。相手に対応する力なんかより相手を倒す力を先につけさせる。それを実行するためにコマテクが必要で、そのコマテクはコンボ練習で磨かれます。コンボ練習をして完璧にすればもう中級者2年生にすぐなれます。学生の頃を思い出してみてください。クラスの女子が先輩に憧れる、そんな状況はありませんでしたか？そうなんです。コンボ練習をすればそれだけでややモテます。というわけで格ゲー学校1年生の1限目はコンボ練習をする。これが一番大事です。わかりやすいかと思ってね、格ゲー学校と名付けました。安直すぎるだろ。3年生で卒業になりますんで、チンパンの皆様学んで楽しんで青春を謳歌しましょう。みんなでモテるぞー。で、どんな練習をするかっていうのは後で説明するとして、まずコマテクにおいて最も大事なことをお伝えします。コマテクっていうのは持って生まれた能力やセンスとかではなく、できないコンボに挑戦した数のことです。めちゃくちゃゲーム上手い人がね、俺本当不器用なんだよねとか言うやん。そのくせすげえコンボを呼吸するかのようにするでしょ。すかしてんじゃねえぞてめえ。って何はするんやけど、あれは嘘でも謙遜してるわけでもなくて、本当に不器用なんよ。僕もそうだからわかる。でもそんなアホみたいな僕らがなんでそんなに綺麗にキャラを動かせるかって、できないコンボをできるようにしてきたからなんですよ。死ぬほど失敗してきたんよね。長くレバーに触ってるだけで上手くなるなんてことはないよ。基本コンボが安定しないまま対戦だけ繰り返してずっと停滞してる人何人も見てきたから。この人たちは今目の前の対戦に勝つことしか頭になくて、自分ができないコンボを練習しないままにしとったんよね。マジで言葉は悪いけどはっきり言います。すべての行動が低レベルなままでした。一応言っとくけど楽しかったらいいじゃないかってそういう話をしとるんじゃないけんね今。とはいえね、じゃあずっとコンボ練習してればいいんですかってなるとそれもまた違って、さっきも言ったけどコマテクを上達させるっていうのは体作り
なんです。ずっと筋トレしててもサッカーは上手くならないし、格闘技だって技術的に上達することはないでしょ。なので、どのレベルまでコンボ練習を重視するのかっていうと、基本コンボが完璧になるまで。当然ゲームや使用キャラによって結構レベル変わってきます。ぶっちゃけスト5なんかは簡単。もちろん初級者の人には難しいんやけどね。少なくとも相対的に見ると、僕がやってきた格ゲーの中では群を抜いて簡単。反応早いねって褒めたらすぐ調子に乗る格ゲーマーくらいちょろい。逆に KOF やギルティはむずい。どっちも最新作はやれてないんやけど、スト5の3倍くらいは忙しいね。スト5の3倍だから15。ちょっと脱線したけど、今プレイヤーでコマテクレベルが100まであったとしたら、僕は多分85とか90とかその辺なんよね。それで言うと、レベル60くらいまでは継続的に練習した方がいい。それが一番近道。で、僕が思うレベル60ってどんなんかって、基本コンボ完璧を具体的に言うと、弱攻撃からキャンセル、超非が余裕レベル。流行語大賞を受賞した、お前セビ滅できんのセビ滅が楽勝ですレベル。他の練習をするなってわけじゃないんですけど、少なくともそのレベルに至るまではメインの課題はコマテクだと思った方がいいです。あとこれもめっちゃ大事なことなんやけど、できるってことと対戦でやるっていうのは全くの別物やけんね。英会話なんかでもそうやん。Wish you get some ice cream って今出てきたとしても実際にアイス食いてえ時に出てくるかってなったらやっぱ全然違うわけやん。はい、カッコつけました。で、技術的に可能であることと生きた対戦相手のほんの一瞬の小さな隙に最適なコンボを叩き込むっていうのは全く違うから。じゃあここまでね、コマテクについてのお話やったんやけど、ここからは具体的にどんな練習をするかってことを話します。全体だけ先に言います。まず必殺技を出せるようになる。次に通常技キャンセル必殺技を練習する。そして基本コンボを練習する。最後に CPU 戦をする。この4段階です。で、順番を無視して大切なことをお伝えするんやけど、最後の CPU 戦をするっていうのをやらない人が多いんよね。もうどれもできたからえっしょってね。繰り返しますけど、できると対戦でやるは全く違います。CPU 戦でできないものは実戦でも絶対にできません。これは僕やプロなんかでもそう。例えば僕が竜を使ってたとします。そして使えない剣を使うことになりました。実際にはどっちも使えるけどね。この2キャラとも基本コンボは僕のコマテクからすればクソ楽勝です。にもかかわらず対戦においてはいきなり剣のコンボってできないんですよ。なぜなら対戦に慣れてないから。とっさに対戦で出せる神経回路ができてない。だからいきなり対戦すると竜のコンボをしちゃったりするんですよ。剣なのに。すげえ上手い人やプロでもね、俺順利使えないんだよねって言ったりするでしょ。これは技術的に不可能なんじゃなくて、対戦でとっさにそのキャラの行動ができないから、それが使えないってことなんですよ。ただ僕らは使えなくてもコマテクだけは一人前なんで、初級者の人が毎日練習するようなコンボでも複雑なコンボじゃなかったら 1,2 時間もあればマスターしてしまいます。でもその技術はさっきも言った通りセンスとか才能の話ではなくて、今までに同じようなコンボをたくさん失敗してものにしてきたからなんですよ。それは簡単なんよね。みんながね、せっせと作る中、僕らは貯金から引き出すだけ。逆に言うと僕らでもやってきてないコンボは普通に結構時間かかります。ちょっと謎の言語を話しますけど、スト5やサードのプレイヤーに青キャン最速ダッシュとかジャンプ仕込みとか発動コンボさせようとしても、これは貯金がないテクニックが随所に入ってくるんで、確実にそこそこ時間がかかります。鉄拳のコンボなんかも一緒ですね。つうわけで対戦で使えるコマテクを身につけるために絶対に CPU 戦をしてください。対戦だけに身につけてってもいいんやけど、それは効率が悪いです。とにかく順番無視して悪いんですけど、皆さんコンボができるようになったら CPU 戦でやってみるっていうことだけ覚えてくれたら OK です。で、正規の順番に戻って、トレモではまず必殺技を出せるようになりましょう。前の動画で取り組み方を紹介したと思うんやけど、まだ見てない方は概要欄にリンクを貼っておくので、初めて言ったこのセリフ、見ておいてください。どうしようかな、説明。ちょっとめんどいけど画面変えるか。変えます。はい、これでやっていこうかと思います。めっちゃやりにくいです。必殺技はじめはゆっくりね、最初だけはもう手元とか見ながらでいい。で、例えば波動拳。ね、これ。2、3、6、P なんやけど、こうやると、出ないんよね。出ないんやけど、ここではコマンド上成立してるわけよね。見える？見えるか。これでいいのよ。あとは手の感覚を意識しながら動かしてみる。左手の意識集中してね。で、感覚をある程度掴んだら、ちょっと早くしてみたり、パンチをしてみたりする。タイミングよくボタンを押すの難しいかもしれんけど、結構ゆっくりでも出るけんね、これ。ね。で、絶対に守ってほしいのが、ガチャガチャしないようにね、こうやって。出るけど、絶対したらダメ。で、ある程度コツ掴んだら 2P 側に立ってみて、同じようにやってみる。でも何度も出してみて、もう、この波動拳が一つの動作と捉えられるくらいまではやる。もうこれね。これなんよ。出んかった。で、超必殺技ってのがどんなゲームにもあったりするんやけど、これも同じ。自分の使用キャラの必殺技は全部やる。この昇竜拳とかも一緒です。でもある程度必殺技が出せるようになったら次は通常技キャンセル必殺技やね。仕組みなんかどうでもいいんやけど、通常技を当ててる最中に必殺技を素早く入力すると、その通常技の後半のモーションがキャンセルされて必殺技が出るんですよ。すごくね。で、キャラによって違うんやけど、一部の技はキャンセルかからんけんね。こうやってもね、注意。これも分割練習とゆっくり練習をしてください。てかね、必殺技の前に右手のボタンを押すだけなんよね。絶対できるけん。さっき必殺技出せるようになったでしょ、こうやって。その必殺技の前にボタンを押して素早く入力するだけなんよ。大パン昇竜いくよ。パンチをして昇竜拳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 。で、これを何度も素振りしてみる。出たな、今。
出るな。結構キャンセル猶予が高い技は出る。まあ、こうね、こんなんでもいいよ。とりあえず、この手の感覚ね。この手の感覚を絶対馴染ませるようにして。で、これもあたかもその行動が一つの行動かのように流れるようにできるようになってほしい。大パンと昇竜ではあるんやけど、大パン昇竜なんよ、これ。もう一つの動作。もうこれで一つね。で、次、基本コンボ練習ね。基本コンボって当然これもゲームやキャラによって違うんやけど、大抵ね、例えばスト5兼基本コンボってググったら結構出てくるけん。で、結構出てくると思うんやけど、割とどうでもいいコンボもあったりするんよね。しかも状況を優先するならこれとか、ダメージを優先するならこれとかめちゃめちゃ出てくるわけよ。わけわからんやろ。だから皆さんが覚えるっていうか練習するべきコンボは3つ。これマジ大事よ。まずジャンプ攻撃の密着からのコンボ練習。こういうのね。で、次は発生の早いジャック攻撃からのコンボね。処理はまだ難しいかな。まあ、こういうの。で、最後はキャンセルがかかる長い攻撃からのコンボね。こういうの。なぜこの3つかというと単純に使う頻度がすげえ多いから。そしてこの3つができればほとんどの状況に応用できるから。まあ、もしね、それでもわからなかったら上手い人の動画見てよくやってるコンボ真似すりゃ OK。何度もよく見るコンボよ。なんかやってたかっこいいコンボじゃないよ。その3つが大体できるようになったら他の状況別の細かいコンボとかなんかちょっと難しそうな最大コンボも練習してみるって感じ。まあ、多芸勢にはちょっと具体的には言えんけん申し訳ないんやけど、こういうのとかね。で、最後に言った通りの CPU 戦ね。特に練習すべきさっき言った3種類のコンボを1つずつ完璧にしてください。1つずつ完璧にするっていうのは当然ね、相手を CPU に設定して、めっちゃ動くやんこいつ。レベル高すぎるな。ジャック攻撃からのコンボ練習したいなら、こうちょっと適当に技振りながら、ダッシュからこう近づいてみたり、なんかね、こう飛びをね、飛ばせろ。飛んで、こんなだったりね。これ説明するの難しいね、ちょっとね。で、こうやって一つのコンボだけ完璧になるまでずっとやります。で、できるようになったらいろんなコンボを練習して、できない基本コンボをゼロにしましょう。もちろん最終は CPU と普通の対戦ね、状況ごとに最適なコンボをしてみる。まあ、ここはちょっと難しいかもしれんけど、その分成長にね、めちゃめちゃ大事な要素が詰まっとるけんね。そして何度でも言うけど、コマテクっていうのはできないコンボに挑戦した数のことやけんね。他の練習をしたり対戦しても全然いいんやけど、でもコンボ練習は完璧になるまでは継続すること。あと何よりも大事なんやけど、レバーをこんなとこに置いてプレイしないように、これは絶対に守ってほしい。はい、1年生の1ゲーム目はコンボ練習でした。まあもしかしたらね、その前の入学の時点でどのゲームがいいとか、コントローラー何使ったらいいのとか、レバーってどう思ったらいいのとか質問あるかもしれんけどね、答えは一つ。正解なんてない。まあ語ってもいいんですけど、一般論しか言えなくて思んないし、いろんな情報がネットに落ちてるんで、ググって自分で判断してみてください。ただ一つだけ言うと、個人で環境は違うし、体の作りや価値観も違うわけですよ。自分で判断するのが一番いいよ。一応個人的におすすめするなら、ゲームは 2D ならスト5か KOF かギルティ、3D なら鉄拳。コントローラーはレバーで埋め持ち。まあこれは忘れてくれて OK です。じゃあまとめね、初級者の人が伸びない原因は 99% コマテク不足です。なので初級者はコンボ練習が最も大事です。基本コンボが完璧になるまではコンボ練習を一番の課題として取り組んでください。そのためにまず必殺技を出せるようにする。次に通常技キャンセル必殺技を練習する。そして基本コンボを練習する。CPU 戦でコンボを完璧にするっていうことをやっていきましょう。あと前回の動画でも言ったけど、トレモ対戦、トレモメモマになる。これを押さえておいてください。では最後に一言。コンボができるようになったらマジでおもろくなって日常生活に支障が出るんで覚悟しておいてください。楽しんでね。以上です。大戦ありがとうございました。ほいじゃあまたね。